殺したと落書きされた全裸の幼児の遺体、子供ばかりを狙うその犯人の意図とは。1975年8月25日、韓国プサン広域市チュンムドン。なんだ、午前6時、市場で作業をしていた男性は山積みになった段ボールのうちの一つに違和感を覚えました。リンゴが入った段ボールは揃ってしっかり蓋が閉められた状態。その中で一つだけ不自然に蓋が浮いている段ボールがあったんです。不審に感じた男性はその段ボールに近づき中身を確認。次の瞬間、思わず腰を抜かしてしまった男性。段ボールの中にはなんとまだ小学生にもならない男児の遺体が入っていたんです。そして何より不気味だったのは、彼の腹部にサインペンで落書きがされていたこと。そこに書かれていた内容は殺した。不気味な落書きが残された幼児の遺体。遺体にメッセージを残した犯人の意図とは。実は犯人自ら全ての事件を紐付けるヒントを与えていたんです。アニョハセヨ、ケンちゃんにだ。やみやみこにだー。というわけでね、全くもって韓国語勉強してないんで合ってるか分かりませんが、多分さすがに合ってるだろうという。あなた知ってる韓国語他にない？キムチ。いや、絶対キムチって韓国人の人発音しないでしょ。本当に？本日ご紹介するのは韓国のプサンで起きた児童連続誘拐殺人事件について。この事件ですね、本当に気持ち悪いのが、犯人がですね、殺した子供の遺体にメッセージを書き記していたっていうことなんですよ。死んだ遺体に殺してやったぞってメッセージ残るって本当胸くそ悪い事件ね。しかもこのメッセージ、ただね、メッセージ書いてあるだけじゃなくて、この事件解決のためのね、重要な意味が込められていたというんです。殺害された子供たちは犯人がね、メッセージを残していたって以外にも共通点があったんです。それぞれのね、ケースを照らし合わせながら見ていただければと思います。落書き。1975年8月25日、韓国プサン広域市チュンムドン。通してください。午前6時を過ぎた頃、市場へ駆けつけた警察。倉庫の周辺には諸々しい雰囲気で市場の関係者たちがごった返していました。警察がその人混みをかき分け中心に進むと、そこには一つの段ボールが。誰がこんなことを。その中身を確認すると同時に、そう言って顔をしかめた警察官。段ボールの中にはまだ小学生にもならないくらいの男児の遺体が押し込められていたんです。遺体はランニングシャツで手足を縛られており、その口に新聞の束が突っ込まれた状態。死因は首を絞められての窒息でしたが、その他鈍器で殴られた後も。遺体の様子は犯人がどれほどその子をいたぶったかを如実に物語っていたんです。警察が身元を調べると、男児は市内で昨日から行方不明になっていたペ・ジュンイル君であることが判明。しかもジュンイル君は非常に奇妙な経緯で姿を消していたんです。ジュンイル君の遺体が発見される前日の8月24日午後9時、彼の自宅では母親がひどく取り乱した様子で声を上げていました。ねえ、あなた、ジュンイルはどこへ行ったの？この日、ジュンイル君は早めの夕食をとった後、すぐに寝室へ向かったはずでした。しかし、数時間後に母親が寝顔を確認しに行くと、寝室はもぬけの殻。そこから家族は必死になってジュンイル君を捜索。すると一人だけ、その夜に彼を見かけたという人物が現れたんです。7時くらいに家の前で遊んでいるのを見かけたんだ。お菓子を渡して、もう遅いから早く帰りなって言ったんだけどな。そう話したのはジュンイル君の父親の同僚。彼の証言からジュンイル君は家の目の前ではあるものの、夜の住宅街で一人になるタイミングがあったと分かったんです。家の目の前で連れ去られたってこと？これ5歳児がね、一人で夜遠出することなんてないわよね。自分のね、家の前で遊んでいる子供をね、誰にもバレずに連れ去るってかなり手慣れてる感じがするんですよね。失踪した次の朝、市場の段ボールから発見されたジュンイル君。遺体は暴行の跡だけでも異様なありさまでしたが、警察はそれとはまた別の部分に注目していました。それはジュンイル君の腹部に残されたサインペンの落書き。書かれている内容はこうでした。殺した。まるで自身の犯行を誇るかのようなそのメッセージを前に、警察は小さくこう漏らしました。またか。またかって何？この前にも事件が起こってたってこと？そうなんです。実は数日前にも腹部にね、落書きをされた子供の遺体が発見されているんです。犯人が残したヒント。娘がいなくなったんです。ジュンイル君の遺体が発見される数日前の8月20日、警察署へ飛び込んできたのは30代の夫婦。その日、夫婦の7歳になる長女、キム・ヒョンジョンちゃんが行方不明になったというんです。午後8時、ヒョンジョンちゃんは好物のホットドッグを食べたいと言い出し、家から5分歩いたところにある店へ向かいました。日本では午後8時といえば夏でも暗いイメージがありますが、韓国ではまだ薄暗い程度。母親は特に気にすることもなく、ヒョンジョンちゃんを送り出したんです。しかし、その後1時間経っても彼女は帰らず、両親
親は慌てて警察署へ駆け込みました。ヒョンジョンちゃんを最後に見かけたのはホットドッグを売っていた店の店主。いつものようにホットドッグを買った後、家の方に走ってったよ。そのわずかな帰り道の間にヒョンジョンちゃんは姿を消してしまったんです。また家のすぐそばでいなくなったの？ジュンイル君と同じ状況じゃない？おそらくね、犯人は子供に警戒心を抱かせず誘拐するね、常習犯だったと思うんです。そもそもね、韓国っていうのは失踪事件はあるんですけど、誘拐によるものっていうのは少ないんです。今回のように立て続けにね、誘拐事件が起こるっていうのはかなり異常なんです。一体どういうことなのかというわけで、本日のメトラキーワード、韓国の誘拐事件について。1980年代から数えて韓国の誘拐事件における犯人検挙率は実に 99%。 韓国の警察は誘拐の通報を受けた際、その地域の電話局に緊急盗聴装置を設置する仕組みを設けており、犯人が使用した電話を30秒以内で特定できるといいます。韓国で身代金目的の誘拐を成功させるのは至難の業で、犯行に及ぼうとする人間自体が少ないんです。一方で警察のこのシステムは誘拐犯が被害者の家族に連絡を入れる場合のみに有効。逆に言えば今回のような金銭目的ではない誘拐事件が残りの 1% の未解決事件に入り込んでくるというんです。ヒョンジョンちゃんが失踪した翌日8月21日の午前8時、彼女の遺体は市内の公園で発見されました。ヒョンジョンちゃんは裸の状態で自分が着ていたタンクトップで手足を縛られており、顔には複数の打撲痕が。死因は首を絞められたことによる窒息死で、遺体の状態はもう一人の被害者ジュンイル君と全く同じでした。そして同じなのは暴行の形跡だけではありません。ヒョンジョンちゃんの腹部にもジュンイル君と同じようにサインペンで落書きがされていたんです。ポムチョンドンのイ・ジョンスクをテシン公園で殺した。書かれていたその内容はヒョンジョンちゃんとは名前も違っていれば現場となった公園も全く別の公園。なぜ犯人がそのような落書きをしたのか、警察には見当もつきませんでした。そして何より驚かされるのはこの時の警察の対応。警察はこの時ヒョンジョンちゃんの明らかに異様な遺体を目にしながらも、彼女の死因を食中毒か薬物中毒と処理してしまうんです。明らかにおかしいじゃない。そんなわけないわ。めちゃくちゃ殴られてんのに食中毒なわけないでしょ。おそらくね、捜査に人員を割く余裕がなくてね、適当に終わらせようとしてたはずです。そんな理由でね、殺人事件の捜査を適当に済ませるようなことがこの世にね、あるなんてことはね、信じたくはないんですよ、本当に。ヒョンジョンちゃんを中毒死とした警察の判断に遺族は大激怒。両親の悲痛な訴えにより、ようやく殺人事件として本格的捜査が始まりました。死亡推定時刻はヒョンジョンちゃんがホットドッグを購入した数時間後。犯人は住宅街の犯行にもかかわらず誰にも気づかれず、現場の公園まで彼女を連れ去ったと考えられるんです。また犯人は身代金を要求するでもなく、幼い少女をただ散々にいたぶり殺しただけ。この2つの情報から警察は犯人をヒョンジョンちゃんが警戒心を抱かない顔見知り、もしくは金銭目的ではない性犯罪者とみて捜査を進めました。しかしヒョンジョンちゃんの家族の周辺人物を洗っても、性犯罪の前科者を洗っても怪しい人物は見当たらず、捜査は難航。そんな状況の中、思っても見ない人物から警察に有力な情報が舞い込むんです。ヨンドゥサン公園で見つかった子供は俺が殺した。電話口の男はヒョンジョンちゃんをどこで殺害し、どのように公園に遺棄したのかを事細かに説明。しかもこの男の電話はすでに3回もかかってきていました。そして男はその3回の電話の中で繰り返しこうも訴えていたんです。死んだ子供の腹に書いてあった場所へ行ってみろ。ただこの電話を受けたのはヒョンジョンちゃんを中毒死と断定しようとしたあの警察官。彼はこの電話を冷やかしと考え、気にも留めようとしなかったんです。一方で警察のその対応に黙っていなかったのは、実は電話をかけてきたこの男の方。しっかり捜査してくれ。7698だ。7698。復唱しろ。男はそうやって謎の数字を警察に記録させたんです。この男は本当に犯人なの？だってわざわざ警察にヒント与えてるみたいじゃないのよ。おそらくね、本当に犯人なんです。なんでかというと、犯人しか知り得ない情報もね、話していたからなんです。優しいおじさん。死んだ子供の腹に書いてあった場所へ行ってみろ。警察への電話でそう話していた謎の男。当初警察はその電話を相手にしていませんでした。しかしヒョンジョンちゃんの遺体が見つかった4日後、同じシチュエーションで殺害されたジュンイル君の遺体が発見されたため、捜査を進めることに。亡くなったヒョンジョンちゃんの腹部に書かれていたメッセージは次の通り。ポムチョンドンのイ・ジョンスクをテシン公園で殺した。警察が捜査を進めると、ポムチョンドンには確かにイ・ジョンスクちゃんという9歳の少女が住んでいました。さらに犯人が繰り返し話をしていた7698という数字はジョンスクちゃんの電話番号の下4桁だったんです。そう、犯人の男がかけてきた電話の意図はジョンスクちゃんの元へ警察を誘導するため、ジョンスクちゃんは残り2人の被害者よりも先にこの男に襲われていたんです。
おじさん楽しいね。1975年8月18日、ジョンスクちゃんは知り合ったばかりのその男と公園で水遊びをしていた。夏の暑さを吹き飛ばすようなひんやりと冷たい水に嬉しそうに笑みをこぼすジョンスクちゃん。そんなさなか、男はジョンスクちゃんに次のように申し出た。おじさんじゃなくてご主人様と呼んでおくれよ。わかった、ご主人様。ジョンスクちゃんはその言葉の意味がわからなかったが、純粋な彼女はすぐに受け入れ、男の望み通りにそう呼んだ。すると男は続けてこんなことを切り出す。次はお父さんと呼んでごらん。幼いジョンスクちゃんでもさすがにその言葉は普通ではないと分かった。そうやって彼女が一瞬の戸惑いを見せたその時だった。何？やめて、おじさん。男はジョンスクちゃんを押さえつけると、彼女の手足を無理やり縛り上げてしまう。やめて、助けて。そして身動きができなくなった彼女の首を思い切り締め上げた。ジョンスクちゃんの反応がなくなったことを確認すると、男はその場を逃走。その後、ジョンスクちゃんはたまたま公園を訪れていた登山客によって発見されるんです。彼はジョンスクちゃんに駆け寄ると、慌てた様子でこう叫びました。おい、ちょっと来てくれ。この子はまだ生きてるぞ。そう、犯人は確かにジョンスクちゃんの首を強く締め上げましたが、彼女は意識を失っただけ、亡くなってはいなかったんです。ジョンスクちゃんが亡くなったものだと思い、現場を後にした犯人の男。彼はその日以降、ジョンスクちゃんが殺害されたニュースが流れるのを今かと待っていました。しかしジョンスクちゃんは生きていたため、彼女が殺人事件の被害者として報道されることはありません。おかしい、殺してから2日経つのに警察はまだ遺体を見つけていないのか。痺れを切らした男はそこから2人目の被害者のヒョンジョンちゃんを殺害。そして彼女の腹部にメッセージを残し、1人目の被害者のジョンスクちゃんへ警察を誘導しようとしたんです。何、自分が犯した事件が報道されるの待ってたって。何、ダークヒーローか何かにでもなったつもりなのこいつは。犯人はね、おそらく警察が自分をね、追い続けるのを高みの見物して楽しんでたんですよ。しかも最悪なことにね、この事件、犯人は警察を欺き続け、ついには捕まらなかったんです。幼い子供たちを次々と殺め、まるで自身の犯行を誇るかのように遺体にメッセージを書き残していた犯人。残虐非道なその振る舞いに韓国全土から非難が殺到。当時のパク・チョンヒ大統領からも何としても犯人を逮捕するように直々に指示が出され、警察は総力を挙げて犯人を追いました。3人目の被害者ジュンイル君は20代から30代の犯人らしき男と2人でタクシーに乗っており、警察は運転手の証言をもとにモンタージュ写真を作成。10万枚の写真配布と懸賞金100万ウォンを掲げ、公開捜査に踏み切ります。しかしそれから15年経っても結局犯人は捕まらず、1990年8月、プサン児童連続誘拐殺人事件は時効を迎え、永久に迷宮入りとなってしまったんです。1人目のジョンスクちゃんから3人目のジュンイル君までわずか10日間の間に次々と子供たちを誘拐し殺人に及んでいった犯人。一連の犯行は紛れもない快楽殺人で、犯人の動機を論じるまでもありません。一方で恐怖を抱かずにいられないのは、子供たちに一切の警戒心を抱かせず、住み慣れた自宅の近辺からいつの間にかさらってしまうその手口。結局誰にも正体を知られなかった彼は事件後も何食わぬ顔でプサンの街に潜んでいたのでしょうか。